韓国ソウル地下鉄根阪市場駅。着いた着いた。金浦空港から一駅しか離れてないのにディープさが毛穴から入り込んでくるこの周辺。さて今日行くところはこっち。視力 3.0 の俺は湯気が見えてる気がする。そんな駅から激近の今日のお店にこっちはサビが今日も行く。一番出口を出てひたすらまっすぐまっすぐ。街の様子なんか違和感あんな。退去済みのお知らせ。この建物は再開発のため撤去工事を行う予定やと。だからか。違和感の正体はこのオレンジのテープ。駅を出てからこの周辺一帯の建物にはオレンジのテープで巻かれてたんよな。刑事来た後の事件現場かと思ったね。ちょっと待って、教育店あるよね。不安になってきた。そんな時に目に飛び込んできたコーラテック。酒の代わりにコーラを飲んでダンスを楽しむシニアのディスコ。もちろんここも撤去対象。俺はコーラやなくてあいつでステップ刻んでいくで。いやまだ何にも飲んでへんのに体動いてるわ。安上がりの男。着いた。早くもう腰たはー。おぬるいよりの一歩とちゅげるんで。今日のお店はチョッポンチェスンデクッジ。なんか今にも再開発されそうやねんけど。ちなみに30年以上続くお店でもある。営業時間は朝6時から夜10時まで。国宝級のヘジャン救済シェルターやな。じゃあ踊るためにはこいつでいっぱいせなあかん。入店です。こちらのメニュー、代表メニューは基本のスンデグ。それよりも少し具の種類が多いソッコスンデグ。そしてホルモンメインのコプチャンスンデグ。あとは一品メニューで盛りこぎ。そこにマッチャンが入ったものやマッチャンのみだったりピョニュ、スンデ、そして全て入ったモドゥン。よっしゃ注文するで。곱창 순대국 하나랑요. 그리고 모듬 하나 드시고 진로도 한 변 주세요. 네, 곱창 하나, 모듬 하나, 진로 하나. 예. これを食べに来たんやからスムーズに注文。 모듬은 조금 걸려요. 괜찮습니다. 明日の朝まで待っててもいいですよ。店内は広々とした明るい空間。ブレイクタイムないから人がひっきりなしに入ってくる。一人で食べてる人もかなり多い。そんな時準備していただいた基本のおかずは玉ねぎと唐辛子、キムチ、カクトゥギ、そしてサムジャン。これらのおかずはセルフでいくらでも食べられる。食べる量だけ取ってってや。きた。コーラなんかでは踊り出せないぐる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 。こいつと今日の料理で俺の体も再開発やでローリング。正直今日の料理のビジュアルだけでも瓶を傾けたくなるはず。メインの料理はすぐに出てくるで。お店の中に漂ってる豚肉独特の香りを嗅ぐ。鉄壁と競うように本日最初の一杯。ガマちゃんの鳴き声ではなく俺が鳴く瞬間や。誰もいぬ街テープありがとうございます。少しはあったかくなってきた。さあ来い鉄壁。食べる準備は完了してる。ガマちゃんを入れた後にはやっぱりカクトゥギ。浮かれているのを隠せない初手二段つかみ。3つすかさずパクリ。やはりスンデク屋さんではカクトゥギがないと始めることもできない。この酸味が後でスープと混ざると思うと楽しみでしゃあないわ。まだかな。カクトゥギ3つで瓶は傾く。もう俺準備できてますよ。あのビジュアルを目の前に。そんな願いを込めていっぱい。ほら
湯気の黙々に体が包まれる。怒りは静まっても湯気は立ち上る。タデギが見えてるけど、混ぜる前にこのスープだけを一口いきたい。熱さなんて関係なくすぐさま口に運ぶ。一見あっさりめやけど、しっかりと内臓系のコクを感じる。やはりこれで完成するタイプか。タデギをスープの中で溶かしていく。白っぽいスープが徐々に赤く染まる。混ぜながら黙々湯気で毛穴もデトックス。毛穴も開いたらトゥッペギにも花が咲く。ほら見た、このコッチャンの量。スプーンの表面積を優に超えて乗っかるコッチャン。どの角度から見ても美しい。ペロッと戻すんかい。現実的に一口でいく量ではなかった。まあちょっとビビってたとも言う。ってことで再びコッチャンを持ち上げ、ふうふう。プルプルとしたこの見た目に俺は吸い込まれていく。一口。特有のシコシコ感は残しつつもストレスなく噛める。顎も喜ぶ。嫌な感じの臭さはなく、豚特有の香りが鼻から抜ける。にんまり真っ赤に染まったこのスープも、さっき飲んだ時とは違い、タデギとともにホルモンのうまみがまるで自分の体に乗り移ったかのように味覚をグイグイ押してくる。これ早くも止まらんで。豚の香り、慣れない人には少しハードルが高いかもしれん。だが安心しろ、俺はこれを求めてわざわざここまで来たんや。かゆいところに手が届くような味がこの圧倒的なホルモンの暴力の裏側に隠されている。これを食べて瓶を持ち上げん人を俺は軽蔑しますよ。ガマちゃんで余計な油を流し込もうとしたんやけど、その油をもう少し追加や。再びすくう。この量やから大胆になってきた。さっきちょっとビビってしまった俺は恥ずかしく思う。大反省のパークリ。これだけ入れても柔らかすぎる。噛むたびに口の中には少しずつ油が追加されていく。このタイミングで急勾配。この一連の流れでようやく気持ちは落ち着いた。めっちゃうまい。この生玉ねぎは油の波を切り裂くナイフや、そいつもサンジャンにつける。シャキッと天然の水分補給。もう止まらん止まらん止まらん。夢中で上下に動くスプーンが止まる。もう一つ注文したメニュー、思ってたよりも早めに目の前に置かれる。いやん、俺を止めてよ。すぐ手が動くダブルスンデ。お塩に直行。そして一口。こういうスンデはそこまで特別なことのないスンデ。でもないと困るのは俺や。次は何食べようか迷うよな。一番存在感をアピールしているピョニュ。こいつはそのまま口に運ぶ。コリッとした歯ごたえに、思わず声も出る。もちろんトゥッペギの中にもスンデはある。ただホルモンメインのクッパッピやからスンデの数はそこまで多くない。このスープを吸ったスンデは超貴重。あれ、これはもしかしてやっぱりセウジョ。これ事前に準備しとかんとあかんやつやん。こいつを適量小皿に移していこう。この少しドロッとした質感が俺の胃袋に再出動を命じている。完璧。ちゃんと蓋は閉めていかんとな。次はこの盛りこぎ。一つじゃノーノーダブル盛りこぎ。標的はここ。セウジョを少し乗っける。パラシュート部隊の到着。そしてすぐさま目の前に真っ赤なセウジョを乗せただけで、なんでこれだけうまそうに見えんねやろ。脂身よりも赤身中心の肉。歯ごたえはしっかりしてるし、何よりもこのセウジョとは黄金バランスや。もう完全に道に迷ってるわ。そんな案内役のガマちゃん、道しるべは頼んだ。持ち上げて欲が出る。これも正直めっちゃ気になってたんよ。まっちゃんをお塩に、案内役を待たせてのパークリ。もちろん分かってたことやけど、まっちゃんの歯ごたえは極上のおつまみ。香ばしさも漂う。
そして俺を手招きしてあちらの世界に連れて行く。下手したらこれだけで一日過ごせるね。案内役が通り過ぎた下の上には再びスープ。この充実感を小さく表現していく。衝撃を抑えられへんかったわ。そろそろ出番です。白ご飯でしょう。このタイミングが大正解。初手が大事。スプーンでご飯をきれいに形取っていく。ライスは陶芸家で個展を開きます。そんなご飯をスープに浸す半身浴の極み。これよこれ。この色の微妙な境界線が完璧な味のグラデーションになる。こうなるとこっちゃんも欲しくなる。わがままの極み。結構食べてきてんねんけどまだまだ残ってる。去りゆくお姿を堪能。そしてご飯を入れたらキムチも必須。次に向かうためのお口直し。宣言通り次のステップへ。ご飯をスプーンに。ここからは食いしん坊スタイルのスプーンとお箸を持って出撃開始。最重要と言ってもいい土台作り。トゥッペキの中からコッちゃん一つを上に乗せる。土台作り最重要とか言ってなかった？人間生きてれば誰でも失敗はある。大切なのは同じ失敗をしないこと。ほら、当初の予定の2倍の成果。落ち着くんや。出発したら止まらない片道切符の旅。トンネルはすぐ目の前。コーラテックはコーラやけどこの上はもうコッチャンテック。ご飯を入れてモサモサしてる口には偶然見つけたスンデで水分を補給。スンデがこのコクのあるスープを吸ってるからご飯もすんなり流れてくれた。トゥッペギと行ったり来たりするモドゥン。次は俺も好きなこのレバー。やはり俺みたいに内臓系が好きな人はこのレバーは欠かされへんよね。そしてマッちゃんをどかすと下にはホッパー。これもモドゥンも頼むと楽しみの一つ。お塩に少しつけてダブルホッパーウィズソルト。ふわふわ。俺はここまででご飯は半分と決めている。せっかくこれがあるんやからこういう食べ方もしときたい。土台を作ってミュージックスタート。この盛りこぎを一切れ引き上げる。ご飯の上にここにはもちろんセウジョッが必要。お肉の上にちょこんと乗せる。三位一体のタワーの完成。見た目はエレガントではないけど口の中に入れた瞬間に何が起こるか俺にはわかる。きたきた。お肉の旨味にセウジョッが化学反応。その上ご飯が食事間を追加で波状攻撃。スープで口の中のご飯を流し込む。今の余韻を名残惜しいけど断ち切る準備だけど、そこまでの覚悟はなくちょこっとだけ口に含めクッパッとの相性抜群のカクトゥギン。そんなポリポリさに手なずけられながら高揚した気分は落ち着きを見せ始める。そこからガマちゃんは喉から胃の中へダイビングしていく。さあそろそろ今日の物語ラストに向かっていく準備が整った。残しておいたちょうど半分のご飯をドボン。仲間外れはおらんか再確認。混ぜ混ぜ。トゥッペキの中でご飯をなじませるようにほぐし、コッちゃんと共にカモン。すぐさまパクリ。完璧な一口やと思ってたけどこれもあったんか。カクトゥギのお汁。またここで国家機密ばらしてしまった。スパイ容疑を全世界に公開してる俺には怖いものはない。サイバーテロとして連行される日も遠くはないな。この小さな手間が大きな幸せになる。それを体現していく。すぐさまこの罪深さを感じる。求めてたんはこれなんよ。ボルテージがまだ一段と上がっていく。これがここのコッチャンスンデグの真骨頂。大きな口でバラバラだった食材を体内で集結させていく。集合。あんたも知らんみたいな顔してるけどこっち側の方やからね。また悪い癖でちょこっとだけ含んだ後再度一体化。もうこの完成されたトゥッペギからは一歩も逃げ出すことはできなくなっている。口の中に残った濃厚な油気をオイルバスターガマちゃんが泳ぎ始める。もうこうなってしまうと頭はスパコン並みのフル回転。キムチコッちゃんの上に氷。最高よ。
このモドゥンも数人で来た時は頼んで正解。自然の摂理はあまりにも無情。食べたらなくなる。入れたご飯もほぼこれでクライマックスになってきた。トゥッペキを持ち上げ、そこに張り付いたうまみの残り。いや、これは最後のエッセンス。最後の一滴まで飲み干してやる。トゥッペキ90度でコッチャン進んでく。完食。いや、あと3滴ぐらい残ってた。正真正銘完食。ラストの儀式に向かう前は口についた油は拭ってやる。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。コッチャン進んでくにはこの瓶横にないとあかんでしょ。だから最後の一滴まで。あんだけわんさかコッチャンが入ってるのはそれだけで嬉しいよね。体が芯から温まった。本日最後の一杯。そうそう、まだこれ残ってるんよね。モドゥンは結構な量のお肉が入ってるから一人で食べるのはちょっと多い。レバーを一かじり。でも残していくのはもっと嫌。パメハンジャンハミョンソヤシグロモガヤシ。コンハンシジャン駅から徒歩1分の距離にあるコッチャンスンデグのお店。コッチャンがあふれんばかりに詰まった至高の一杯。いやー、大満足やー。今日の夜食もテイクアウト。こんなんいくらあってもええからね。再開発地域のコーラテック。ガマちゃん入れてもう踊ってる。っていうか、コーラテックって実際どんなところか知らんねん。話しか聞いたことないし。まだあんのなんて思いながら、今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスミだー。